盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、芽切りの時期、芽切りの時の、古葉の、捉え方というか、その扱い方というか、そういうのをご説明しようかなと思います。芽切りの時のね古葉に対してのそのいろんな方のね捉え方、ちょっと目にすることが、あったんですけども、ちょっと僕からすると、疑問が出るような捉え方されてる方がちらほらおられて、これあくまでねその方々に反論というかいうんじゃなくて、僕の考え方を聞いてもらって、皆さんにね聞いてもらって、参考に、好きな、自分にのご性格に合うのを選んでくださいというような、そんな動画になるかなという、お話にしようかなと思います。でちょっとだけお時間ください。無料のメールマガジンやっております。こう YouTube で話す内容とかをね文字にして、でそれが定期的に届くみたいな、そういうのが概要欄からメールアドレスだけでね登録したら無料で定期的に届くんで、よかったらそちらもね見て勉強してみてください。で本題に戻ります。これ今日撮影しているのが6月なんですけども、芽切りこの木まだしてません、黒松で。芽切りの時のね、新芽を切った後古葉が残りますよね。で古葉を残すんですけども、よく僕が最近よく目にする、昔からも言われてるんですけども、弱い芽の古葉、新芽切った後の弱い芽を切った後の古葉はちょっと枚数多めに残すと。で強い芽のところは、枚数を少なくすると。で枚数を少なくした分そちらに栄養が行きにくい。で枚数を多くした弱い芽の方に、少しでも栄養をたくさん生かすために葉っぱ残してる。で、いっぱい枚数残すから、そちらが少しでもこう元気になる、強い芽になるという願いを込めて、そういうふうにされてるんだと思うんですけども、僕の、持論ですね。僕の意見からすると枚数多少操作したところで大差ないと思ってます。あんまり効果ないんじゃないかなと。なんならもうざっくり言うとそんなとこ気にしなくてもいいというぐらいの、ちょっと言い方悪いかな、それぐらいの感じなんですね。でじゃあその強い芽と弱い芽どうするんだというところに、僕の解決策は弱い芽にとにかく日を当ててください。太陽の光をしっかり当ててくださいと。もう葉っぱの枚数なんかもうそんなもう小さいこと気にせんとね、とにかく日当たりなんですよ。もう芽のもう大きい小さいなんていうのはね、場所にもある程度よるんですけど、この木ちょっと分かりにくいんですけど、全体見てもらって、やっぱこの外側普段ねこっちが南側、こっちに太陽があるんですけど、てっぺんのあたりは一番日当たりがいいので、やっぱり芽がねもう明らかに大きいです。ちょっと見えますでしょうか。これね、こっから先が新芽です。このハサミちょっと切っちゃおうかな。これが新芽です。ちょっともうちょっとこっちの方もね、もう特に日当たりのようなこんなの、日当たりのいい同士でもこんだけ差は出るんですけど、こっちでも十分元気です。もうこれとこれとでも同じ日に芽切りしてもいいぐらい。でですよ、こういう上の元気なの少し下、この辺影なんですね。ちょっとね日当たりがもう上の枝のせいで影になってます。で影になってるとこの芽なんかちょっと切ってみますね。これちょっと比べますよ。一番強いのと比べなくても、元気なあたりのこう中間、こっちね元気なとはいえオーソドックスなこの木の中で平均レベルな芽に対してこれですよ。これ影になるだけで、
はい、全然大きさ違いますよね。もうこれぐらい日当たりの差でこんだけの芽の差が出るんですよ、成長の差が。これをこのさっきのね、これ今平均的なちょっと大きさのっていうのを、これを仮にね葉っぱを少し少なくしますと、強すぎるからちょっとでも弱くなれと少なくしました。今ねこの触ってるとこね。で片やこっちの日陰の方をなるべく強くなってほしいから葉っぱ切りません、いっぱい残しときますと。これで多少芽のサイズが平均化されるだろうと。でこれだけでどうにかなると思ったらそれはどうにもなりません。もう上がこの辺しっかり、芽や枝が残ってて、この下の日当たりが悪いまんまだったら全然ですね。だったらこの上のこの影の芽が影でなくなるように上の枝を完全に取るとか、すかすとか、するか、ちょっとこう回転させてね、なるべくこっちから太陽が当たるとなったらなるべくここに太陽が当たる向きにわざとこの盆栽回転さすとか、そういう操作で芽を大きくしよう、日当たりで大きくしようっていうんだったらしっかり効果は出ると思うんですけど、葉っぱの枚数でどうにかしようとするのはちょっと多少影響はあったとしても大差ないと思いますね。なんで、強いめの葉っぱの枚数を少なくして弱いめの葉っぱの枚数を多くする、それもとは思うんですけど、それでどうにかなろうと思ったら今実際ね大きい小さいの差があるんだから、それでどうにかなると思ったらちょっとまずは、人間でいうとこの生活改善みたいなね、日頃の日常の毎日のその、盆栽でいうとこの日当たりとか、そういうとこ変えていかないとちょっと小手先のそれぐらいではなかなか変わらんとは思いますね。なんならね、僕は今古葉の話これしましたけど、もうとにかく日当たり重視なんです、僕の考えは。後で手間がかからないというのもあるんですけど、こう芽切りした後ね、残った古葉もバスッと切ってるんですね。ほんでなんならこっちの小さい方ももうバスッと切っちゃうんですね。なんでってなるんですけど、この時期の葉っぱってもう用がないらしいんですよ。ちょっと大学の先生にも教えてもらったんですけど、そういう植物詳しい方、もう用がないんで、もうこの葉っぱがもうどうなろうとね、あんま大差ないらしいです。それももともとそう思ってたところにさらに大学の先生がね、国立大学の先生がそうおっしゃるんで、なお合ってるんだろうなと一応僕は思ってるんですけど、で葉っぱこう長いのを短くしたら全部していったら日当たり良くなるんです。絶対葉っぱが影にしてるんですか、この下の方のね。だったら葉っぱ短くなって葉っぱが減ったら日当たりが当然良くなっていくんで、なんならそのどっちかというと古葉に行ってた栄養がそこで古葉にあんまり行かなくなって新芽の方行くんですよ。それでだから日当たりも大事ですけど、その古葉に行ってた栄養を新芽に生かすっていう効果もあると思うんで、ただね、こう葉っぱを切る作業に関してはこれぐらい、ちょっと芽のサイズの差はありますけど、元気な木に限りではあるんです。あんまり弱い木切りすぎたらちょっとさすがに怖いんでいけるかもしれないですけど、そこはちょっと大丈夫かなって弱い木だなと思ったらそこは用心しておきましょう。大丈夫なケースが多いのが多いんですけど、だからもう古葉を何枚残すからっていうんで芽を操作しようと思うのはちょっと無理があるかな、あんま効果がないんじゃないかなと。あともう一点だけ、これ違う話になるんですけど、古葉があんまりついてない芽だからいて芽切りをしないっていうおっしゃってる方ちょっとたまたま見かけたんですけど、もう古葉あんま関係ないんで、例えばごめんなさいね、この芽を切りますと、この芽を切ります、これぐらいのサイズ切りますと、
古葉がいっぱいついてるこの芽切りましたと。ほんでこれと同じようなサイズで古葉が全然ついてない芽がありましたと。で古葉がついてないからこれぐらいのサイズの芽だけど切らないでおこうみたいな、そんな感じのご説明だったんですね、その方のは。で僕から言わしたら、いやいやもうこんだけ伸びてるんだから古葉関係なく、さっきこっち切ったんだったらもう一つの方も古葉ないから言って切らないのは良くないよと、そっちばっかりビンビン伸びますよと。はい、だから今のお話だけちょっとおさらいしますと、古葉のあるなしで芽切りするしないはあんまり考えない方がいいんじゃないかなと。それよりか新芽の伸び方の方を重視した方がそこはいいと思います。ちょっと今日2つのお話やっちゃいましたけど、まずはおさらいですが、強い芽の古葉、残った古葉を少なくして弱い芽の古葉を多くして、強さをなるべく同じぐらいにしようっていうのはちょっと無理がありますよと。それよりかは日当たりですよというお話が一つと、で芽切りに対してその古葉が少ないからこの頼りないからこの芽は新芽は切らないでおこうっていうのもちょっとどうかなと。そこは他は同じようなんで古葉があるんで同じようなレベル、新芽のレベルの切っとんだったらもう一つの古葉が足りないだけの新芽も切りましょうよと。今日はね芽切りのお話をね2つしちゃったんでちょっと分かりにくくなったかもしれませんけども、分かりにくかったらもう一回また見てみてください、この動画。はい、何回か見たらそのうち分かるかなという、そんな感じで、それより説明上手になれよって話なんですけども、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。2024年8月21日から26日まで阪急梅田本店の9階最上で盆栽の販売を行います。僕だけでなくてね、香川県5人ぐらい行くのと、愛媛県からも来るし関西圏からも来るというんで、盆栽園がですね、そういうイベントをやってますんで、ぜひとも来られるという方はお越しくださいませ。お待ちしてます。